こんちは、猫山です。今日は外苑上級の立ち回りの解説をしていくよ。この動画ではインフレパの高速周回とかではなく、野良でも遊べるように5分くらいでクリアするパーティーの立ち回りと雑にやっても勝てるように難しいことをやらない点を重視してます。なので、自分の方がうまくできるとかのコメントは受け付けてません。あしからず。今回の構成は、マナサ70のハイパー無難なメンツ。毒バグのデルフィ。火力お化けのラトニー。チートキャラのフェスクラは、不採用。あと、すぐに終わってしまわないように、ドラゴンは全員星3日陰竜縛りでやっていくよ。さあ、討伐戦。教えてやる、闘争の道。開幕ぐるぐるドーンが来るので、前に3コロで回避。まだまだ。後衛はその位置から脳筋殴り。前衛は近づいて数発殴ってから、次の回転攻撃を右方向に誘導すると、後衛が移動せずに殴れてマジを進め。デルフィがいると、このあたりで最初の毒が入るので、ネファリエやイエヤスなどの毒特攻スキルは、それまでスキル打つのはダメ絶対。高速円は、近い2人がタゲ。高速後の頭割りは土器ずれが多く、事故率が高いので円を重ねて殴ると事故率が下がるよ。デルフィがいる場合は土器ずれでヒュンヒュンしちゃうのでデルフィ棒立ちでもう一人が場所を合わせると楽。火力低い CS、P 時間回復だからデルフィが殴らなくてもゴサゴサ。ヒーラーは頭割り前に棒バフ。ただし被弾などがあった場合は、高速円が出るあたりで S2 を入れてリジェネで HP 管理ができると上級者っぽい。この2つの範囲攻撃は、近い2人がタゲ。同期ずれなのか背後に張り付くと謎被弾する場合があるので、後ろにいる場合は少し離れてね。バリアがだたら食らうと、ネファリエのディスペルでバリア解除競争。変身後の猫パンチは左フック、右フックなのでルブよりもだいぶぬるい。振りかぶっての範囲表示なしパンチは当たりやすいので、振りかぶったらとりあえず離れよう。外縁がフィールド中央に移動しての投げ技は、移動を始めた際に一番、遠い人がタゲ、ヒーラーが外に張り付いてタゲを取るのをおすすめ。ここでは日陰竜なので竜化してないけど、ヒーラーがセイレーンの場合は、弾から出たらすぐ竜化すると、バフ弾に合わせてセイレーンのバフがいるので、おすすめ。3色バフ弾に外縁が触れると、リジェネや棒バフが入ってしまうので触れる前に弾割り競争。先ほどのタイミングでセイレーンを使ってればここにバフが乗っているので、弾割りがすごく楽。突進は近い人がタゲ。
火力が弾割りできるように、クラウが突進の種取りに張り付こう。エルダートキュア邪魔ですよ決めます邪魔ですよ邪魔です全体攻撃は、かっこいい円の中にいると、ダメージが上がるので外側に逃げよう。この後バリア解除が必要なので、クラウとネファリエはダマに当たって暗闇をもらうと、ノラでは、スタンプ煽りを食らう危険があるので気をつけて。邪魔です決めます邪魔ですエルダートキュアやっこの後投げ技が来るのでタゲを取るために、ヒーラー派が一周引きこもり。邪魔ですセイレーンの場合はここでも、弾から出たら即硫化すると、そこそこ火力のパーティーだとブレークにバーフが乗るよ。火力の高いパーティーの場合は、空気読んでそれっぽいところで硫化してね。エルダートキュア邪魔ですよ決めますや邪魔です決めます3色バフ玉2セット。ここはどこか割る場所を決めておかないと、バフ玉を外縁に取られて沼るのでこの動画を見た人は、とりあえず左下をまず全員で割ってください。お願いします。一箇所割れるとヒーラーが突進をその方向に引っ張っている間に他の玉を割れるのですごく楽。エルダートキュア邪魔です決めます突進はバフ玉を取られない方向に誘導。外縁上級でヒーラーが、最も仕事してる感のある瞬間だね。オールドウォールやエルダートキュア決めますや邪魔です決めますや全体攻撃の後掴みドーンなのでヒーラーはタゲ取りに、全体攻撃の後も外側でメリーゴーランド。オールドウォールこのあたりになると、一人二人落ちてもクリアできるので、掴みドーンで攻撃の隙を割れなさそうな場合は見捨てるのも OK。硫化して殴れば間に合わなくても、ドーンで死なないのでおすすめ。ごめんねごめんねこれくらいの結果当然でしょ星3ドラゴン縛りでも、きっちり5分の尺にまとめていくスタイル。